1年間農学業界を観察して感じたことをテーマに、農民さんとお話しするよ。ゆうあみが農学チャンネルを始めてから、農学チャンネルのツイッターアカウントを開設したり、インスタグラムを始めたりして、農学士さんとか、農学に携わる人、あとは、農学ファンの方なんかをたくさんフォローしたんだけど、うんうん。それまでは、行きたくなったらタイミングが合う農学公園を見ていたんだけど、うん。ボランティアなのかな。農学チャンネルの概要欄にもリンクを貼っているけど、柳の下さんっていうサイトがあって、全国の農学公園を載せてくださっているんだけど、それを見ると、こんなにやってるんだってびっくりしたんだよ。すごい数なんですよ。そう、あのサイトはびっくりしますね、最初に見たら。こんなにあるのって。そしてこのまとめる労力はいかほどって、敬意を払いたくなりますけど。本当にすごくて、それで、農学士さんたちも結構発信していることにも気づいて、あと、農学が好きな人たち、うん。ファンの方ね。柳の下さんもそうだと思うんだけど、ああ、こういう人たちがいて、なんていうか、下支えされているんだと思ってね。うんうんうん。そう、そのぐらいやっぱ好きな方がいらっしゃるから、650年続いてるっていうのもね、もちろんあるでしょうしね。公園も多いし、夕あみは、焚き木の大好きだから、去年は行ったことない会場に、焚き木のを見に行ったんだけど、焚き木のって実は日本各地でやっているっていうことを知って、ね。そう、ゆうあみちゃんがね、調べた結果を教えてもらったけど、なかなかの数でしたよね。うん、今年は焚き木のをしていこうと思うので、また動画を作っていくつもりなんですけれど、うんうん。ただね、情報発信もされているし、見に行けばパンフレットが置いてあったりして、それもわかるんだけど、取りに行かないとわからないなって。あ、情報をね。うんうん。そうそう、農学って年の初めに、その年のかなりの公演が決まってるんだけど、やりますよって言って半年先とか、やりますよって言って当日とかねっうんうん。確かに。ていうのが案外あったりして、ああ、まだいっかと思ったり、ああ、今日かとか、うんうんうん。なかなかタイミングが難しかったり、それで公演もあるし、ワークショップみたいのも結構あったよ。うんうん。あ、そうですね。能楽師さんが主催している、気軽に体験できたりとかね、ありますよね。そうだね。表の説明だとか、能の説明だとか、狂言方さんが狂言の説明だとか、実際やってみようとか、意外とやられてる方が多いなって。あとは、歌いでしょ。それに、前に小鼓とか林ね。笛にね、太鼓ね。そういうのが、実は、習えるっていうのも初めて知ったよ。うん、そう。習えます、習えます。普通に生活してたら、そんな人いなかったから、そうなんですよ。そもそも能楽師さん、プロの能楽師さん自体が、能楽協会に、まあ、いわゆる登録してる方、人数で言うと、1000人ちょっとぐらいなんじゃないかな、確か。いわゆる普通に専門職って言われてるね、人の数よりも全然少ないと思うので、全国で1000人ちょっととかになると。なかなかね、お会いする機会はないかもしれないんだけど、でもいろんなところでいろんな体験ができるように、趣向とかね、工夫を凝らして企画してくださってますもんね。そういうのを案外やってるんだなって知った一年でしたね。うん、うん。そうですね。私は歌い本の朗読っていうのを見たことがある。でもそれもそれでありだなと思って、歌うわけではなく、朗読。朗読だけ、そうですね。古典として朗読するのがお好きな方だったり、あとは実際にお稽古してらっしゃる方ね、歌いのね。そういう方もいらっしゃいますね。
そういう方はね、多分能楽堂に行った方は見たことあるかもしれないね。歌い本見ながら鑑賞されてる方、うん。公演もそうだけど、やっぱり地理的な問題、東京と関西だと大阪、京都、公演数がダントツですよね。そうですよね。集中しちゃいますよね。能楽堂の数で言うと佐渡島が多いけれど、うん。いわゆる流派、五流ですか。お家の本家だったり、専用舞台を持ってたりするようなところは多いね。うん。あと、逆に能舞台がない県もあるっていう。ね。そう。私は出身県に能舞台がないと思ってたら一つだけあったっていうこともあったけど。だから、能舞台がどこにあるのか、自分の県にはあるのか、とかね。うんまずそこからだったりね。まあ、だから能舞台がなかったとしても、結構ホールとか、そういったところで上演されることもよくあるので、まあ、能舞台でね、ご覧になるのが一番音の響き方だったりとか、まあ、いろいろあると思うので、いいのかもしれないんだけど、まあ、ホールなんかでご覧いただくね、機会があれば、まずそこから近場であるのであれば、そこからね、ご覧いただくのもいいんじゃないかなと思います。そうだね。そういう情報も発信していきたいね。発祥の地が関西で、盛り上がったのも関西中心で、武家の世になってからは、武家の式楽という形で、武家文化の一部にもなるから、やっぱり、そういう名残もあるよね。土器技能の動画はまた作りますけど、奉納とか神社仏閣でやっているものも多いので、うん、うん、うん。まあ、そういった歴史がね、どうしてもありますもんね。うちはない、と思わずに、実は近くであるかもしれません。そう。意外と近くでもありますよね。私も今住んでる場所の近所の神社で、お正月とまた5月ぐらいかなぐらいに能をやってたので、ちょっとびっくりしました。知らなかったんで。ということもあるので、ぜひお近くの神社とかでね、もしかしたら上演されてるかもしれないので、そこもアンテナ立てておいていただけると、やってたんだっていうこともあるかもしれないですからね。気づかないと本当に気づかないので、あ、と思ったら、今のうちに、Twitter とかインスタをフォローしておくといいかもですね。ね。あともう一つは、いわゆる流派、関西流、コンパル、宝生流、北流、金剛流ね。して方五流ですね。そう。そういう流派主催の舞台は目についたけれど、実は、どうやら、流派は関係してるかもだけど、個別の集団というんですかね。いろんな会が結構あるんだなというのも知りましたね。うんうん。そう。何々会っていう名前がついてるものがほとんどだと思うんですけど、で、その何々会っていうのは、能楽師さん個人がね、主催している会なので、まあ、要は、能楽師さん個人が公演を主催してるみたいなものはかなり多いですよね。よくよく見てたら。そう。それがよくわからなくて、なんとか会っていうのがたくさんあるけど、これは何だろうっていう、それがやっとわかってきたよ。そう、だからね、個人が主催してらっしゃるから、チケットの予約とかで、お電話とか、ファックスとかっていう場合は、もうご本人につながってしまうみたいなことは結構ありますよね。もう今はチケット販売サイトで買えることも多くなってるから、あんまりないかもしれないですけど、それはそれですごいね。うん。主役本人につながるみたいなこともありますよね。これはまたあれですね。初心者さん向けにチケットの購入の仕方とか、そういうのでもお伝えできるといいですね。そうだね。あとこれも、意外と知らなかったんだけど、いわゆる新作能っていうものが結構作られているっていう。うん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 。そう。なんか、まあ、残ってるものはいわゆる古典って言われてるものですよね。だから、
さっき私が話したオバステとか、白ひげとか、ミワとか、イズツとか、そういったものは、いわゆる古典と呼ばれてる曲になりますけど、今、ゆうあみちゃんが話してくれた新作のっていうのは、本当にここ最近ですよね。こう新しく作られた曲っていうことで、ちょうど能楽チャンネルでも感想をシェアした鬼滅の刃のものも新作になりますし、で、能面さんも去年は2月に建国記念日の時に神武天皇の神武ですね。という新作のを見ましたので、で、その他にもいろんな、ものって結構できてて、なんか VR でね、広角機動隊だったりとか、も新作のだし、で、その昔には、紅天女か。ガラスの仮面の中に出てくる紅天女とかもお能になってたりとか。新作のって結構あるんですよね。うんうん。去年だけでもいろいろあったよね。見た見た。白雪姫っていつだっけ？あ、白雪姫はね、結構前からある。マソとか、片山黒右衛門先生が作られたやつかな確か。キリストのもあったね。うん、キリストのやつもあるし、聖徳太子とかも確かそうだし、結構いろいろな新作のが作られてますよね。これもまた、いつやるかわからないから言っとかないとね。そう。新作はね、本当に毎年必ずやり続けられるかっていうと、そういうわけでもないと思うから、だってね、古典でさえね、めったに見れないみたいな演目があるので、もう条件が重なった時じゃないと見れないとかね。本当にそれこそ能の舞台は一期一会なので、思いついた時、思い立った時に見たいっていう風に感覚が湧いてきた時には、ぜひ足を運んでいただきたいなって、そのことしか今日言ってないけどね。でも、今年もまた、新たなものが生まれるかもしれないしね。うんうん。きっとね、いろいろ準備してる方もね、いらっしゃるでしょうからね。そういうのがあるらしいっていうのは知っていたけど、今年はそういうのを実際に、例えば、クラウドファンディングとかで資金を集めたりとか、ああ、こういう風にやっていくんだなっていう、新たな発見でしたね。というわけで、1年間ウォッチしていて感じたことや気づいたことでした。みんなも何かあればコメント欄に書いてね。ではありがとうございました。ゆうあみでした。またね。